はい、それでは私の BMAX FMA ですね、マッハフレームの、マシンをね、軽く紹介したいと思います。紹介動画久々にね、撮るんでね、どうやって撮ってたか忘れちゃったんですけども、軽く、場所を説明していこうかなと思います。フロントはスライドダンパーです。スライドダンパーも、ある程度の規制を入れて、バネね、2個入れてます。それであまりこう動かないような形ですね。このぐらいですね、動いてね。ぐらいな感じにしてます。フロントは 17mm のオールアルミ。上はね、プラリンですね。これをスタビがてらローラーで付けております。で、後ろ。今の段階のコースではね、白とブルーで使ってるんですけども、ここに一番前じゃなくてね、その後ろに、チョークカーボンを入れております。で、チョークカーボン、こう見たらわかるんですけども、このスライドダンパーの下の方、ここからもうチョークカーボンで、ちょうどブレーキでちょっと見えないんで申し訳ないんですけど、ここはサラビス加工をして、そのまま、スライドね、のこのビスにしております。フロントにはマスダンはなしでやっておりますね。で、ブレーキがちょっと特殊でして、このチョークカーボンの上にも、こうやって 3mm 厚でつけてるんですけども、ちょっと入り口をこうある程度ニッパーでカットして丸い感じにしてます。で、ここのね、先端の部分、上に貼るんじゃなくて、横に、青ブレーキを貼っております。普通プレートの上とかに貼ると思うんですけど、これ、横に貼って、入り口ですね。入り口の部分だけブレーキの青が当たってもらうような感じにしておりますね。青の部分も角のところだけ、ニッパーで削って、ここのところがある程度こう丸くなるような感じ。で、FM の場合ね、ここがへっこんでいますので、その分のところで作っているから、基本的にはこちらがまず先に、前のつんのめってね、いくような感じには、ブレーキで引っかかるような形にはならないようにしてますね。で、サイドはね、あんまり皆さんやらないと思うんですけども、FRP のサブプレートをつけております。サブプレートを、ちょっとね、本当に、綺麗に入るわけじゃないんですけども、こうやってちょっとスペーサーを入れてやることによって、ある程度そのビス穴で入れることが可能です。なぜこうやってやったかっていうと、できるだけ、横に、前に出したいっていうのがあって、既存のプレートのやつでもね、あるとは思うんですけども、これが一番私の個人的にはちょっといいなっていう場所になったので、これにしてます。で、あとはね、私 FM シャーシずっとやってるんですけど、ここにビス、ここもともとビス穴が開いてるんですけども、どうしても FM、このたわみが弱いので、ここのビスを入れて、気持ち補強しております。で、後ろですね。後ろの方は、ブレーキ、こちらですね。ブレーキのカーボンと、ここに、長い、チョークカーボンですね。長いチョークカーボンの端から2番目のところに、19mm の、プラリンのアルミローラーをつけております。で、上を見ると、弓カーボン。こちらの弓カーボンのところに830かな。ここに830のベアリングを入れております。で、あえて、830の間には何も入れてない状態で一番後ろにして、こちらにはボール型のマスダン。で、リンクタイプのやつにして、リンクタイプの一番後ろに、アジャストをつけているという感じになってますね。で、一応リアの駆動のところのこのローラーが多分、それなんでっていう感じで思うと思うんですけども、これをなぜこうやってつけてるかというと、最近、コーナーからの、ドラゴンバックとか、荷重がかかった上での、ドラゴンバック系のね、スロープのこの上がりっていうのがあるんで、そこでできるだけ姿勢を崩したくないのと、レーンチェンジとかの部分で、ちょっと、基本的にここの後ろって2つとこの前になるんですよね。
で、それが私のこの車、スラダンがグッてついているんで、スラダンがグッてつくと、ここ3個、要は設置のね、面積が増えて、その分ジャンプ姿勢を整えるという形の妄想セットでございます。ちなみに言っておきますけど、これがいいというわけじゃなくて、私の妄想セットでございます。一応、わかりやすく言うと、こうやって見るとわかるかな。この状態では後ろのローラーが回ってないと思うんですけど、これフロントのスライドダンパーをグッと押した状態にしてやると、後ろのローラーが動くと思うんですよね。で、これはだからスライドダンパーでグッて入り込んだ時だけローラーが当たる。普通の時はローラーは当たらないという形にしてます。で、あとスラダン、レンチェンジですね。レンチェンジがあるので、こっち側の方は今ね、アッパースラストにしております。当たった時に上に上がるような感じのイメージですね。コーナーからのね、ドラゴンブックはこれにしてからはかなり調子が良いので、私なりには効果があるのかなと勝手に思い込んでおります。ミニ四駆の部分はね、こういう妄想セットをすることによっての楽しみっていうのもありますのでね。感じ的には、あとモーターは最近はハイパーダッシュを使ってますね。できるだけ速度域っていうよりも、ある程度返ってくる速度で、そこからバッテリーなり、駆動系をね、ある程度極めてスムーズに走るような感じにして、あまり速いモーターに頼らないで、やろうという感じでやっております。その分ね、コースアウトが低いので、コースアウトが少ないっていうことは、そんだけ、マシンのダメージが、少ないので、メンテの部分のサイクルもね、やっぱりコースアウト多い車ってメンテもやっぱりやらないと知らないうちにどっか割れてたとか曲がってたとか、やっぱり出てくるので、私個人的にはスピードを下から上げてって、で、これ以上やったらちょっとコースアウトしちゃうなっていうところの手前でやめるっていう感じで、だいたい速度域アップしてるような感じにしてますね。で、ボディもね、マッハフレームの外見の部分を変えずに、軽量化ということにしまして、今の BMAX の方もそうなんですけども、マッハフレームね、何気に、重心は低いんですけども、ボディ重たいんですよね。ですので、基本的には穴でくり抜いた部分に、こっちは横はね、四角くくり抜いてメッシュを入れております。で、裏面も結構穴を開けております。これでね、だいたい普通のマッハフレームより 2g ぐらい軽くはなってますけども、上にね、こうつける部分のものなので、2g でもだいぶ影響が大きいかなと思ってますね。それ以外は本当に BMAX 状態なので、いじるところはもちろんない状態で、普通のタイプ、特殊な加工やら何やらっていうのは何もしてない状態でやっておりますね。とりあえず、マシン紹介の部分はこんな感じでございます。今、VZ とかね、MA とかも、次のパターンで、今まで作ってたマシンとまたちょっと違うパターンのやつで作っていこうかなと思いまして、まず FM の方がね、ある程度は仕上がったので、一応動画にしとこうかなと思っておりました。こんな感じでございます。続いての対戦は、なぎさんと、あちきー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、シグナルは、ゆうとですね。はい。3番、あちか。はい。はい。勝負。はい、続いてはゆうとと私のマシンの勝負、よろしくお願いします。うん。さあ行きましょう。はいはい。
おいゴール。はい、続いては、今のところ全勝の玉井城と私のマシンで勝負です。玉井城よろしくお願いします。負けていない。はい。これで一杯が必ず出てくる。はい。さあスイッチオン。じゃあいきますよ。はい。はい。頑張れ頑張れ。お、玉井城コンサート、私はゴール。